ご無沙汰します。鉄です。これはなんと値段が10万円を切るニトリのドラム式洗濯機。横にいるのが東芝の縦型洗濯機ということで、今回も我が家で実際に使ってどういうふうに選ぶか結論を出していきたいと思います。今回はニトリの10万円以内で買える 10kg 容量のドラム式洗濯乾燥機と縦型洗濯機を比較していきたいと思います。この動画を見れば同じ10万円を出して縦型洗濯機を買うべきか、ニトリのドラム式洗濯乾燥機を買うべきか、自分で判断できる状態になるので安心して。こんな感じやね。これまではそこには縦型洗濯機しかいて、衣類ボックスも置けるっていうのも便利よね。まずニトリの12キロ容量で見ていきたい。それから洗濯が始まって、それから出す。縦型と並べて見てみるとどうなるかってことで、こっちが縦型の、ということで4位やね。4位はこちらのということで2025年上半期ニトリのドラム式洗濯乾燥機か、もしくは縦型洗濯機なのかということで、バーサスということで比較をしていきたいと思います。その結果としてのベスト4はどの商品かっていうことだよね。ということで、まずサイズ感やねんけど、一番のポイントは一人暮らしのマンションとかの場合、洗濯機の下に来る防水パンが小さくって、通常のドラム式だったら置けないってことがあるよね。つまり、洗濯機を置くスペースがかなり狭くなって入れられないってことやね。という中で、これまではそこには縦型洗濯機しか入れられなかった。選ばざるを得なかったということやねんけど、今回ニトリはドラム式でそのサイズもしっかり入る製品を作ったってことやね。実際のサイズはこんな感じやねんけど、幅の方で言うとほぼ同じやね。で、奥行きで言うと4センチ小さい。それから高さで言うと約10センチも小さいってことやね。横で置いてみた写真がこんな感じやねんけど、ということでサイズの差はこんな感じやねんけど、ここの上の部分にこんな感じで、縦型の場合はここに蓋があるから物を置けないけど、ドラム式の場合はここ何もないから、こんな感じで衣類ボックスも置けるっていうのが便利よね。だから一人暮らしとか二人暮らしとかでも洗濯をしないといけない衣類をこんな感じで上の方に置いておくことができるから収納としても便利よね。では次に価格を比較していきたいと思うんだけど、まずニトリの12キロ容量で見ていきたいんだけど、縦型も12キロやね。12キロでパナソニック、日立、東芝ということで、洗濯機メーカーの主要3メーカーで、型番を含めて今、在庫もあって、良き製品をピックアップしてんねんけど、金額的には、日立の12キロ容量、上位モデルやね。で、12万9800円。それから東芝の上位モデルで13万4422円ということなんよね。で、それに対してニトリのドラム式はというと12万9900円ということ。当然縦型でも最上位モデルもしくは上位モデルをピックアップしてるので、ほとんどの機能が全部入りやね。というふうに見ていくと、ニトリのドラム式洗濯乾燥機の方がやや安いということやね。これはあくまでも12キロ容量やねんけど、次10キロ容量の場合こういう感じになって、縦型洗濯機の場合、やっぱりこれ10万ちょっと超えるぐらいがほとんどやね。で、ニトリのドラム式は9万9900円ということやね。洗濯できるのは当然やねんけど、乾燥機能がついて縦型洗濯機よりも安いっていうのは結構なインパクトあるよね。で、さらにニトリのドラム式はもう1モデルあって、こっちは4万9900円、6kg 容量やね。ただし乾燥機能はついてないというタイプになります。これは自分用にしか洗濯しないよ、乾燥機能いらないよっていうところで考えると、後からも出てくるけど、ドラム式洗濯機の方が節水機能が高いから水道代が安くつくよね。しかもこの5万円で買えるって考えると、小型の縦型洗濯機買うよりも、こちらのニトリのドラム式の方がお得ということが言えます。ということで、使用する水の量っていうのが実は縦型とドラム式が違ってくるっていうのがさらにここポイントになってくるんだけど、これやね。まずニトリと縦型洗濯機があって、水道水でやった場合どれぐらいの差があるかってことやねんけど、12kg で言うと1回の洗濯で使う量は85リットル、縦型で言うと150リットルということで、およそ倍の水を使うってことなんよね。10キロだと70リットルに対して110リットルってことになって、ただし縦型洗濯機の場合は結構風呂の水の再利用するっていう方も多いと思うんだけど、それを使った時どうなるかっていうと、12キロで125リットル、10キロで92リットルやね。この計算方式はおよそ
洗い、すすぎ、すすぎってくる、洗いの時に風呂水を使うということになると思うんだけど、もちろん結構な量を洗濯機用に吸い上げるから、お風呂の方も一気に減ってしまうよね。だから風呂水を再利用しているといえど、もう洗濯機で使ってしまったらまたお風呂にも水を入れないといけないっていうふうに考えると、0円ではない、半分っていうふうに考えると金額的にもどうなるかってことやねんけど、これは水の代金を水道代から計算していったんやけど、10リットルで約1.28円ということになってて、これを1年間で見ていったらどうなるかってことで、ニトリの12キロでいうと大体4000弱、それから10キロでいうと3000ちょっとってことになるんよね。これが風呂水を使わずに縦型をそのまま使うと7000円ってことになって、ニトリとの差額は年間で3000円変わってくるってことだね。このポッチが違ってるけど。それから10キロで言うと大体2000円ぐらいの差になるってことだよね。まあとはいえ風呂水使うと年間でプラス2000円ぐらい、年間でプラス1000円ぐらいということで、めちゃくちゃ大きな差ではないねんけど、洗濯機って大体10年ぐらい使えるから、それで見ていくとこんな感じになって、つまりトータル費用やね。ニトリの方で言うと10年間の水道代も含めると16万9000円。それから縦型で言うと、これは12キロの場合やねんけど、21万1000円ということで、プラス4万1000円ぐらい高くなるってことやね。それから風呂水使った場合言うとプラス3万円ぐらいということで、まあ10年も使ってこれぐらいの差はそこまで大きくないかもしれないけど、一応これぐらい水は節水になるということは覚えておいた方がいいと思う。ということで実際に洗濯洗剤を入れてから洗っていくプロセスを見てもらえたらと思います。どうぞ。まずこんな感じで洗剤柔軟剤を入れて、それからスイッチを押すということだよね。でそれから洗濯が始まって、それから脱水のが始まって、でそれから完了ということで、だいたい洗濯から脱水まで30分ぐらいやね。これは縦型でもニトリのドラム式でもパナソニックのドラム式でもあんまり変わりません。ということで5番目、脱水後の衣類がどうなってるか、つまり洗濯完了した後の衣類がどんな風になってるかっていうのを見てもらえたらと思うんです雨降ったら結局おかんけど、どうでしょうか。縦型は結構脱水がきついから、その後ほぐす時間があって、それで絡まりもだいぶ前よりは良くはなってはきている。それからニトリの方も脱水当然よくやるんやけど、ほぐれぐらいはどうかっていうと、そうやね、これ結論から言うとあまり差は分からなかったってことやね。ということで次は後作業ということやね。実際この洗濯終わった後どんな風な作業しないといけないかってことやねんけど、まずニトリのドラムの方で言うと、普通ドラム式の場合で言うと乾燥フィルターっていう、これパナソニックのドラム式なんだけど、上の方にこのフィルターがあって、まずこのゴミを取らないといけないっていうのがあって、それからこの下に排水フィルターっていうのがあって、ここのゴミを取るって、この2箇所が普通ドラム式では後作業として必要になってくるんやけど、ニトリの方はこの排水フィルターしかないっていうことだよね。で縦型の方でいうとこんな感じで糸くずフィルターっていうのが洗濯槽の中にあって、これを取ってゴミを取るっていうことをやるってことだよね。そういうふうに考えると、どちらかがメンテナンスがめっちゃ面倒ってことはないってことだよね。ただこの乾燥フィルターがドラム式の中でついていないのはもう1メーカーあって、それが日立やねんけど、日立は最初これ発売した時に日立の特徴として打ち出したんやけど、その後乾燥した時のホコリのフィルターが目詰まりしたのか何なのか、乾燥時間がものすごく長くなるとかって結構クレームが出たんよね。っていうことはニトリのこのドラム式も同じように乾燥フィルターがなくて排水で流しちゃうっていう構造にはなってはいるんやけど、そういう心配はちょっとあるよね。だからもう毎日毎日衣類をこのドラム式洗濯機で乾燥したいっていうんであれば、ニトリのドラム式が本当にいいのかっていうのはもう一回考えないといけないよね。ということで次は乾燥ということで、乾燥の方は縦型ができないのでニトリの方だけ見てもらえたらと思います。どうぞ。ということで、実際のニトリのドラム式洗濯乾燥機と、それから縦型の洗濯機ってこう2種類を我が家で並べて使い比べてきたんやけど、やっぱり一番気になるのは汚れ落ちに差があるのかどうかっていうところも一つあるよね。
ということでこんな感じで 100% コットンの T シャツにワインとケチャップと醤油の汚れをつけて、それから乾燥させて、この汚れがそれぞれの洗濯機でどれぐらい汚れが落ちるかっていうのを見ていってるんやけど、今回でいうとこのニトリのドラム式と縦型にどんな差があるかっていうのを見ていけたらと思います。ということでこれが洗濯前やね。で洗濯後はこれやね。ということで見ると、このワインの部分は結構残ってて、ケチャップの方もわずかに残っているかっていう感じやね。これまた別の日で洗ったやつやねんけど、これもニトリやねんけど、これが洗濯前で、それからこれが洗濯後やね。同じようにワインはちょっと落ちづらい。ほのかにケチャップも残ってるんよね。ということでこれはニトリやってんけど、縦型と並べて見てみるとどうなるかってことで、こっちが縦型の汚れやね。もうこれは洗濯後の状態やねんけど、これをさらに拡大してみるとこんな感じやね。赤ワイン、かなり差は分かりづらいは分かりづらいけど、次にケチャップを見てみましょう。ケチャップの方はどうでしょうか。まあ実際にこの汚れを見てる感じで言うと、わずかにニトリの方が残ってるような感じがした。縦型の方が取れてるような感じがしてるっていうのが実際ね。ちょっとほのかにこっちの方が色残ってると思うよね。まあでもかなり僅差と思ってもらって間違いないです。そうやね。ということで結果はこんな感じやね。まあ何よりも価格帯はニトリの方が安くて、ドラム式なんで節水で、さらに乾燥機能もついてて、さらにコンパクトで上に衣類も置けるっていう風に考えると、これやっぱりいいんじゃないですか。まあ圧勝と言っていいでしょう。ただしこれあくまでも好みの問題なんで、縦型でとにかくガンガン洗いたいという方もいると思うので、ニトリのドラム式と縦型、今発売されてる中も特に機能も良くて値段を含めてお得になってるモデルを鉄板洗濯機ベスト4ということで解説していきたいと思います。 Amazon と楽天のリンクは概要欄に貼ってあるのでぜひご覧ください。これがまず 12kg 容量のニトリのドラム式と縦型やね。それからこっちが 10kg 容量のニトリのドラム式と縦型ということになってて、ということで4位やね。4位はこちらの日立の BWX100K ということで 10kg なんで値段も安くなってて10万1000円ということで、搭載機能もちゃんとつけ置きナイアガラ洗浄がついてるんで、これは洗剤に浸してしつこい汚れを取る機能やねんけど、やっぱり縦型買いたい方は汚れをしっかり落としたいと思われてる方やと思うので、温水つけ置きかこういう洗剤によるつけ置き洗いができるしっかり取れる機能がついてるのがいいよね。それから洗剤の自動投入もついているので便利やし、それ以外のほぐせる脱水とかこれは大体どれもついてるもんなんであんまり差はないけど、いずれにしても日立の縦型前から人気があるからね。それは汚れもよく取れるし使い勝手もいいということでね。パナソニックのモデルもいいんやけど 10kg モデルになるとこの温水つけ置き洗浄っていうのがついてないのよね。なので日立を選択しました。東芝もつけ置き洗浄がついてないからね、このモデルだと。次に3位3位は 12kg 容量の縦型洗濯機ということでパナソニックやね。 NAFA12V3 ということで値段は14万円ということで、ただし全部入りやね。スマホ連携から自動投入からそれから温水つけ置きもついてて、 Amazon のレビュー評価も 4.5 ということで高くなってるよね。他のモデルと比較すると 12kg でいうと日立が12万9800円ということやねんけど、これお風呂ホースまたちょっと足さないといけない。値段は数千円だからそんなに損はないとは思うねんけど、購入後のレビューで見るとパナソニックの方が優位やね。ただ日立がダメっていうことは決してないんやけど、24年のモデルで言うとパナソニックがいいということやね。続けて2位ということで、2位は 12kg 容量のニトリのドラム式洗濯機ということで、やっぱり 10kg 容量使ってみたけど、俺と奥さんと子供の3人で暮らしてるんやけど 10kg じゃちょっと小さいね。っていうのは週末とかに衣類がちょっと多めになってしまう。つまり子供の学校の体操着とか増えた時でいうと、だいたい通常の日の 1.3 倍とか 1.4 倍まで洗濯物が増えてしまうねんけど、そうなった時に実際衣類が 6kg から 7kg ぐらいになるともうちょっといっぱいいっぱいやったね、この 10kg 容量だと。
なので家族で使われる方は 12kg 容量がいいと思います。続けて1位やね。ND100KL1 ということで 10kg 容量モデルとなります。これはもう一人暮らしの方、それから2人で住まわれている方なんかでいうと、これまで縦型しか選べなかった方にとってこれはすごくいい製品やと思う。いざという時、外で干したけど乾ききらなかったり放り込んでそこで乾燥させることもできるし、途中言ってたように節水機能、それから価格の面、コンパクトさ、それから衣類を上に乗せられるっていう便利さを含めてこれはいいよね。ただしまだ使い始めたばっかりやから、これがどれぐらい持つのかとか、あるいは長く使ってくると何か問題が出てくるのか今のところ分からへんねんけど、やっぱりニトリで国内でも結構流通してる小売企業やから、多分メンテナンスはちゃんとやってくれるんじゃないかなと思ってる。ニトリも楽天のポイントがつく楽天からの商品リンクと、それから縦型の方も URL 貼ってるので概要欄をご覧いただけたらと思います。以上となります。このチャンネルでは鉄板家電生活改善情報について発信していきますので、いいねと思っていただけたらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。